ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ関連ニュース。ロシア側がウクライナ軍がついに本格的な反転攻勢に出てきたのではないかと発表しました。今回はロシア側のこうした発表に基づき、現在の戦況について解説を行っていきます。それでは早速、ウクライナの地図に主だった出来事についてまとめたので見ていきます。今回取り上げる話題は主に4つ。まず第一に、ロシア側がウクライナ軍が本格的な攻勢を開始したと発表しました。一方においてウクライナ側はそうした発表は行わず、全く別の切り口で本格的な攻勢が近いことを示しています。いつものロシア側の大本営発表、ウクライナ軍が本格的な攻勢に出た。しかし、ロシア軍はこれを撃退し、ウクライナ軍の攻勢部隊を全滅させたと戦果を誇っています。なお、この発表には一つ面白い点があって、まずはロシア側の傭兵部隊、ワグネルの頭目プリゴジン氏が、ショイグ、ゲラシモフ、前線に出てこい。お前たちは安全なところでぬくぬくと過ごしている間にも、前線では多くの兵士たちが亡くなっているんだぞ、などといった批判を繰り返してきました。こうしたこともあってか、今回ロシア側の発表としては、ゲラシモフ総司令官が前線指揮所に入り、ウクライナ軍を壊滅させる作戦の主役になったと報じています。ロシア側はこう発表しているわけですが、私はショイグ国防大臣もゲラシモフ参謀総長もどちらも前線には来ていないと思っています。というのも、連日のようにイギリスからウクライナへ供与された巡航ミサイルストームシャドウが前線指揮所を破壊しているといったことが報じられており、今日もまたマリウポリに対しての攻撃が行われていました。現在の南部戦線の前線指揮所にはほとんど安全な場所というものがなく、ロシア本国にいる重要人物はおそらく前線には出てこないと思われます。そして、ロシア軍が大々的にウクライナ軍が本格的な攻勢に出てきたと発表する一方において、ウクライナ側は全く違うスタンスで情報発信を行っています。兵士たちが一様に口元に指を当てて、作戦は沈黙を愛する。多くの住民たちに対して、ウクライナ軍の動向がわかるような車両や兵士たちの動きなどをインターネット上に公開しないように呼びかけています。そして、ウクライナ軍はいつどこでどのような作戦を開始するといった具体的な話については公開しないことを告知しています。続いては2つ目の話題。ベルゴロド州におけるゲリラ戦は現在もなお継続中です。こちら北部の都市ハルキウから見た場合のウクライナ・ロシア国境。以前はロシア軍がハルキウ攻略を目指して国境を越えてきていたわけですが、去年の秋にウクライナ軍が反撃を行って国境線まで押し戻しました。現在においては、ウクライナ軍側のロシア人義勇部隊などが国境を越えてロシア側に対する攻撃を行っています。そのため、現在の北部戦線と呼ばれるようなものが徐々に形成されつつあります。ただし、ウクライナ側の攻撃はあくまでも正規軍主体とした攻撃ではないため、国境を越えたり越えなかったり、そして攻撃したと思ったらすぐにウクライナ側に戻ったりと、かなり神出鬼没のゲリラ戦を展開しているようです。しかし、いつどこに出現するかわからないことから、ロシア側もはっきりと国境まで押し戻すことができず、かなりこわごわとした形で迎撃を行っているようです。続いては南部戦線の攻防、こちらの方の話をしていきましょう。まずは東部戦線。こちらの方の戦いはかなり小ぶりな戦いとなっています。戦争研究所の発表しているレポートにおいても、激戦を示す緑印の丸はかなり小さなものにとどまっています。バフムトにおける攻防戦は現在のところロシア側が都市部を完全に制圧した状態なのですが、これに伴ってワグネルが後方に下がりました。しかし入れ替わりで入ってきたロシア軍部隊の連度はかなり低かったようで、ウクライナ軍の攻勢にあって一部を取り戻されています。このあたりワグネルの頭目プリゴジン氏はあまりのだらしなさにロシア軍に対する批判を繰り返しています。そして東部戦線のこのマップの一番下側、ベルカノボシルカ付近においてウクライナ軍の攻勢が目立って増えています。このことをロシア側は本格的な攻勢に出てきたんだというふうに報告しています。そしてこちらが南部戦線。ザポリージャ州における戦線の様子です。先ほど東部戦線の南にあった緑の大きな丸印。こちらベルカノボシルカの戦いなのですが、これまでの東部戦線の戦いとは少し表現が異なっています。というのも、東部戦線でバフムトの戦いといえば、バフムトという町の攻防戦をめぐっての話なわけですが、南部戦線においてはまだどこかの都市に対する攻撃といった具合ではなく、ほとんどが野戦です。
ですから小さな町、小さな村、集落といったものが次々と出てくることから全体をひっくるめてザポリージャ州での戦いといったような表現がされることが多いようです。なお、今回の攻勢なのですが、ロシア側は本格的な攻勢が始まったんだというふうには表現をしていますが、私はその表現は間違っていると思っています。例えば、戦闘の様子なども動画として投稿されているのですが、何点かの映像などに出てくるのは、ほとんどがソ連系の戦車、もしくは欧米から供与されたものにしても、装甲兵員輸送車のような、ちょっと主力戦車としては欧米製の戦車が出てきていないのです。本格的な構成の主力と考えられる欧米製の戦車、歩兵戦闘車がまだ出てきていないというのは、ウクライナ軍の主力の攻めは始まっていないと見るべきでしょう。最後に、ロシア軍側の傭兵部隊ワグネルなのですが、バフムトの町から後退するにあたって、ロシア軍に対する批判を繰り返しています。その中の一つが、撤退路に対戦車地雷などが仕掛けられていて、ワグネルを狙ったものだという主張をしています。プリゴジン氏曰く、ワグネルの撤退路に対戦車地雷などが仕掛けられているという情報をもとにして、注意深く部隊を進めると、実際にそのような爆発物の仕掛けがいくつも発見され、無害化処理を行っている時に、ロシア軍の正規部隊から銃撃を受けたというのです。ワグネルはこれに応戦し、その部隊を指揮していたロシア軍の中佐を捕獲。彼の発言によると、彼自身は酒に酔っており、ワグネルに対する個人的な悪感情から銃撃を命じたというのです。プリゴジン氏は、部隊指揮官が個人的な感情でワグネルを攻撃するのはちょっと疑わしいとして、ロシア正規軍、特にショイグ国防相などが裏で糸を引いているのではないかと批判を行っています。実際プリゴジン氏の主張がどれほど正しいかについては全く検証はできないわけですが、以前から彼の正規軍に対する批判は繰り返されており、ここ最近出てきているウクライナ軍の動向にしても、プリゴジン氏がウクライナ軍の動向を伝えることが多く、かなり独特の立ち位置になりつつあります。ロシア軍の方は本格的な攻勢に出てきてこれを撃退したんだ。ロシア軍は非常に固い守りを実現している。ウクライナ軍は壊滅したんだといったような話を行っています。戦争である以上、ロシア軍にしてもウクライナ軍にしても双方どちらも自分たちの戦果をどうしても大きく言いがちなわけですが、今回の件について言えばあまりにも過剰な表現だと思います。そもそもウクライナ軍が本格的な攻勢に出るのであれば規模が非常に小さいですし、反転攻勢の鍵を握るであろう欧米製の戦車も歩兵戦闘車もどちらも全く存在しない部隊が出てくるというのでは、これはあまりにも本命の部隊とは言えないものでしょう。ただ、戦いの基本条件としては、常に守る側の方が有利になるということは、これは変わりません。例えば、ウクライナ軍が攻めに回るということは、ロシア軍の方が守りになることであり、当然のように待ち受けることができます。ロシアはソ連時代から対戦車ロケットについては、ある程度の数が揃えることができた国ですから、数撃ちゃ当たるの法則もあって、ウクライナ軍が攻撃に出た時に、より多くの車両を撃破することは十分考えられます。戦車などを破壊することを目的として開発されたものが命中しさえすれば、性能が低かろうが高かろうがどちらにしても撃破されるという現実は存在します。実際今回の撃退したという話の中にも、欧米製の装甲兵員輸送車が何両か撃破したという写真なども公開されています。ただ、これにしてもやはり少しおかしなところで、本格的な反撃作戦が始まったというのであれば、その先頭にいるべきは基本的には戦車であって、決して装甲兵員輸送車が最前線に出て、その後戦車が追いかけるなんていうのはありえないことです。何にしても、規模こそ小さいものの、ウクライナ軍がこれまで守りに守ってきた状況から、規模は小さいながらも明らかに攻めに転じてきたというその傾向は見えることから、本格的な作戦指導もようやくカウントダウンに入ったのかもしれません。ただし、去年ハルキウ州で行われた電撃的な反撃作戦に比べると、今回はロシア軍もきっちりと攻撃してくるんだぞというのを前提にして守りを固めていることから、去年ほど鮮やかに特に被害が少なく、ロシア軍に一方的な大打撃を与えるというのは困難なことから、本格的な作戦が指導されれば、ロシア軍、ウクライナ軍双方ともにこれまでになく甚大な損害が発生することが予想されます。しかし、そのような被害を乗り越えてどれだけ領土奪還ができるかが
ウクライナ軍の力量にかかっているわけです。そして、そのような本格的な反攻作戦を成功させるためにも、少しでも多くのロシア軍部隊を引きつけるために、北部国境での陽動作戦というのも引き続き行われることでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。